懐が痛まないのであれば、金はバンバン使わせた方がいいですよ。なので僕、宇宙に行ったお金持ちの人はどんどんみんな褒めるべきだと思ってるんですね。あの人、その褒めると調子に乗ってなんかバンバンお金配るので、もうバシバシ褒めまくってお金使わせまくった方が、結果として日本に回るお金が多くなるので、なのでみんなどんどん褒めて使わせてって思ってるんですよ。今日のタイトル500円と経済学と幸福心理学と道徳っていうのをしたんですけど、だからちょっとそのツイッターの方で、500円をもらうのと5000円を、自分の財布からじゃないですよ。じゃあ僕がじゃあ、お金を出しますと。で、あなたが500円をもらうのと、あなたが指定した人に5000円払います、僕が。ただ、5000円の手渡しはあなたにしてもらいます。で、どちらがいいですかっていうアンケートを出したので、適当に皆さんクリックしていただけると、もう質問の内容だけで判断してください。はい。要はこの内容でどういうふうに感じるかなので。というわけで、大体半々なんですけど、57% なので、7% 分ぐらい5000円手渡しする人が多いという結論になったんですけど、で、この質問もともと、なんで出てきたのかっていうのが、カナダのブリティッシュコロンビア大学で2003年かなんかにやった、実験があって、箱がありますと。で、箱の中に、くじが入ってます。くじというか封筒が入ってます。で、その通りにしてくださいっていうので、で、一回この配信で僕この話したことあると思うんですけど、で、その封筒を引くと、封筒じゃあ参加しますっていう人にまず名前を聞いて、連絡先を聞いて、で、あなた今どれぐらい幸せですかっていうのを、100点満点中何点ですかみたいなのを聞くんですよ。で、100点満点中何点ですかみたいなのを聞いて、で、じゃあ50点かなとか30点かなとか60点かなとか言うんですけど、で、箱の中の封筒を開けると、あなたが500円もらえますっていう人と、500円というか、5ドルね。5ドルが入ってて、これあなたが5ドルもらってくださいっていうのと、あと、5ドルを夕方の5時までに赤の他人もしくはチャリティーに渡してくださいっていう封筒の結果の人と、あとは20ドルもらえます。20ドルを寄付してくださいみたいなのがあるんですけど、っていうのが出て、で、みんなその通りにしてくださいねっていうので、で、夕方の5時終わった後に、その参加した人全員に電話して聞くんですよ。で、大体夕方ぐらいになってると、自分の点数がどれぐらいかとかってあんま覚えてないんですけど、で、そこで電話して、じゃあ今のあなたの幸せの度数、点数でいくと何点ぐらいですかっていうと、500円もらった人と500円あげた人で、どちらの方が幸せのその点数が上がってるかっていうと、500円もらった人より500円あげてる人の方が幸せの点数上がってるんですよね。髪ボサボサやん。すいません。はい。若干寝起き感が、ベッドでゴロゴロしてたんで。で、多分これ国によって違うんですけど、例えばすごく貧乏な国だと、その500円でも大金なんですけど、その500円ぐらいって別に大したもの買えないんですよ。スタバに行ったらコーヒーも買えないみたいな。なのでせいぜい安いお店で飲み物一杯買いますか、お菓子買うぐらいで、で、別にそれで幸せになりますかってそうならないんですけど、誰かに何かをしてあげたっていうのって、困ってそうな子供にじゃあ子供がお腹空かしそうで飴食べたいって言ったから、じゃあ飴あげるよっていうとか、そこら辺の小じのおっさんにお金あげるとかでもいいんですけど、何かをしてあげた場合って、何かしてあげたよねっていうのは割と記憶に残って結構いいことしたよねっていう自己満足感につながったりするんですよ。で、チャリティーに寄付するとかもそうなんですけど、っていうのがあって、実は同じ額のお金を使うよりも誰かに渡した方が人は幸せに感じるっぽいんですよ。その論文によるとね。で、その論文書いた人たちがまた別の研究やってて、どっかの企業で2000ドルから4000ドルぐらいのボーナスをもらいましたと。20万円から40万円ぐらい。で、そのボーナスをもらった人で、どういう使い方をしましたかっていうのを聞くと、チャリティーにお金を使いました。人のためにお金を使いましたって言ってる人の方が、そのボーナスをもらった、4週間後とかの満足度が高いんですよ。最初に自分のお金でボーナスじゃ20万円もらいましたっていうので、じゃあスイッチ買って、プレステ5買ってとか、美味しいご飯食べて、ステーキ食べてとかってやってるのって割と幸せなんですけど、その幸せがね、確か1週間しないでもうなくなっちゃうんですよ。
要はその1週間前に何食べたかとかっていちいち覚えてないじゃないですか。まあ、一生懸命思い出そうとしたら、なんか先週水曜日だからあの会社行ってその後これ食ったかなみたいに思い出せるんですけど、まあ、普通に暮らしてたら1週間前に美味しいもの食べたかどうかなんて全然覚えてないんですよ。でも人に何かしてあげたよねとか、例えばじゃあその1週間前に友達のプレゼントをあげました。でその時に友達喜んでたよねみたいな記憶って結構覚えてて、でそのなんかいいことしてあげたよねっていう幸せな時間っていうのが、人に物をあげた人だと4週から8週間ぐらいまで効果あるらしいんですよ。そのなんか1ヶ月前にこれあげたよねとかっていうのが、その1ヶ月とか2ヶ月ぐらいは結構人は覚えてるっていうのがあって、なので、割とそのお金って、まあ自分自身に使うのが、幸せだよね、いいよねっていうのもあるんですけど、ただ、本当に幸せを感じる期間を長くするのであれば、実は他人に使った方が幸せに人は感じるっていう構造があるっぽいんですよ。ミュートにしないの、すいません。ちょっと僕、世界の平和を守らなきゃいけない仕事があって、宝箱を開けて、こう3時間の宝箱をセットするっていう大事な仕事があるんですよ。で、最近、その、岸田奈美さんっていうちょっと面白作家の人がいるんですけど、で、その岸田奈美さんの弟さんがダウン症かなで、ちょっとまあ、ちょっとした知的障害とかもあるっぽいんですけど、で、そのダウン症の弟さんっていうのがたまにそのなんか障害者施設みたいなのがちょっとバイトみたいなのをすることがあるらしいんですけど、で、岸田奈美さんが本を出した時に、その本って右下とか左下にページ数が書いてあるじゃないですか。で、そこのページ数をその弟さんがその手書きで作ったフォントでそのページ数を印刷するっていうのをやったんですよ。なので、その岸田奈美さんの本を買うと、そこのページのところがその弟さんの書いた手書きの文字をフォントにしたものでページ数が書かれていて、あとカレンダーも作ったのかなっていうので、そのギャラが出ましたと。で、ギャラが出て弟さんがすごい喜んで何をしたか。で、その弟さんが、なんか、まあ、こういうもの食べたいとか、こういうもの買いたいって昔から言ってる子供でしたと。で、まあ、家もそんなに裕福ではないので、じゃあどう使うのかなと思ったら、おごりまくったんですよ。その、なんかお母さんとかおばあちゃんとか、お姉ちゃんとかに、なんか、その弟さんが好きだと思って、美味しいと思って食べてるお菓子をあげたりとか、で、おごりを始めるんですよ。その、結局、その、まあ、知的障害というのもあると思うんですけど、周りの状況とかではなくて、単純にその自分がどうやったら幸せになるかっていうので、その自分が誰かにおごることで他人が幸せになった方が自分も気持ちいいよね、楽しいよねっていうのが分かってるんだと思うんですよね。前にその子供が栄養素をどうやって取るかって話をしたことあると思うんですけど、赤ちゃんとかにこう食べ物をバーッと並べると、割と自分に足りない栄養素のものを食べたりするんですよ。で、動物もそれやるんですけど、まあそのライオンがなぜ、そのなんか鹿とか捕まえた時に内臓から食うかっていうと、内臓について入ってるビタミンが結構大事だったりするから、内臓から食って、もも肉とか全然ほっとくみたいなんですけど、で、っていう感じで、その動物に近い生き物ほど割と本質的に自分に必要なものを選ぶので、なのでその岸田さんの弟さんって自分が一番幸せになるのってその他人に対して物をおごることだよね。でそれがまあその家族が喜ぶっていう顔が楽しいのか、なんか俺がこうおごってやったんだぜっていう征服感なのかどうかは分かんないんですけど、ひとまずそういうものを選びがちなんですよ。っていうのがあって、実は人ってその他人に物をなんかこうあげるとか渡すとか、他人が幸せになってもらうのを見る方が結構幸せに感じるっていうのが、まあ、子供を持ってる親御さんとかって結構そうだったりするんですけど、なんかその子供ってなんかほらそこら中でなんかうんことかしてるし飯も自分で食えないしっていうので、まあ、ずっと親って世話をしてるわけじゃないですか。でなんか夜泣きとかって外から見るとマジ超辛い労働じゃねみたいなのにしか見えないんですよ。まあ実際超辛い労働なんで。でただそれでじゃあ本当に親御さんたちにそれって苦痛ですかきついですかっていうので、肉体的にはきついけどでも結構そのなんか3歳ぐらいまでが一番可愛いとか言ったりするんですよ。で3歳ぐらいまでって全く喋ることができないし、別になんか金を稼いでくるわけでもないしメリットゼロなんですけど、なんかただこう飯食ってうんこするだけの生き物の世話をしてるっていうことだけで幸せを感じるっていうのが結構あったりするんですよね。っていうのがあるので、実はその人に対して物を提供するっていう方が楽しいよねっていうのを、コメントでこれって宗教的な話って書いてあるんですけど、これあくまで心理学として論文として調べたらこういうことがありましたよって事実を言ってるだけで、別にだからこうした方がいいよとかこれが正解だよという話ではないんです。
ただ、もしそのじゃあ500円が手元にあった、なんかもらった時に、その500円を自分自身で使うのか、自分の周りに使うのかで、どっちの方が幸せなのっていうのが分かってる人の方が、幸せな時間の総量は多くなると思うんですよ。で、まあ、ご存知ないかもしれないですけど、ほとんどの人間って、大体死ぬんですよね。で、じゃあ死ぬまでにどうした方がいいかなみたいなので、割とその僕は幸せな時間の総量が多い方がいいと思ってる派なんですよ。なんかその89歳まで超絶不幸で、90歳からの1年間がめちゃめちゃ幸せでしたって言って死ぬのが幸せかっていうと、僕はあまりそうは思わなくて、もしかするとなんか20代まで超絶幸せで、なんか30からはもう地獄のようにきつい労働で、なんか毎日死にたいと思いながら生きてました90歳っていうのも僕はそれきついと思うので、ぼーっと幸せですっていうのが90ぐらいまで続いて、いやなんか特に不安もないっす、今日の飯美味しかったっすって言って死んでいくっていうのが、僕は割とその幸せの総量を増やすっていうそっちの方がまあ楽なんじゃないかなと僕は思うんですよ。これは人によって考え違うと思うので、太く短くでなんか切腹して死にますっていう人も別に好きにやればいいと思うんですけど、ただまあっていう風に人間は感じますよっていう構造を知ってた方がいいと思うんですよね。その構造を知ってると選択肢が変わるじゃないですか。で、もともとのそのアンケートが、まあその500円をどう使うかっていう話だったんですけど、あえて僕日本人なので設定を変えて、あなたが500円もらえると、赤の他人が500円もらえるじゃなくて、赤の他人が5000円もらえるって数字を10倍変えたんですよ。なので、10倍数字を変えたっていうことは、普通に考えたら5000円あげた方がもっと幸せになるじゃないですか。なので、もしこの答えを知ってたりとか、何か人に物を与えたことがある人であれば、5000円あげる方が全然楽しいよねってわかるはずだと思ったんですよ。で、その寄付したこととか人に何かをしたことがない人でも、なんか500円ぐらいだったら、500円ってなるけど、5000円って割と嬉しいじゃないですか。なんかそこそこいい夕飯食えるし、寿司とかも食えるし。なので、その自分の懐が痛まなくて5000円あげられるんだったら、そのなんか赤の他人でも、マジっすかありがとうございますっていう顔を見るだけで、なんかいいことした気になる。でも俺の懐は痛まないみたいなのがあるので、きっと5000円の方がそれなりに増えるかなっていうので、まあ、あえて10倍の数字をつけてアンケートを取ったんですよ。ところがどっこい、結果を見たら、ほぼ半々だったんですよね。だから本来であれば500円500円でも拮抗する、もしくは500円上げるの方が増えるはずだと思ったんですよ、知識があれば。でもその知識がない人たちにじゃあ選びやすくするように10倍にしてもちょうど半々だったっていうので、でちょっと面白いなと思ったのが、その500円もらえるの方が自分自身は得するし、5000円あげるは自分は全く得しないと。なので500円もらえるが当然だよねって考える人っていうのがいることは、5000円あげる派の人も分かってるんですよ。いや、その5000円他人にあげる派の人って、その500円自分がもらった方が得だというのは分かってるけど、5000円を他人にあげた方がもっと自分が幸せになるよねっていう両方の利点を分かった上で5000円選んでる人が多いんですけど、コメント見てると、500円の人って、その5000円を払う利点が全く理解できない人が結構多いっぽいんですよね。ではその赤の他人が5000円もらったって自分にとっては何もプラスにならないじゃん。500円もらった方が得じゃん。もうそこで終わってるんですよ。ただ実はその視点を変えると、その500円ぐらいで人って大して幸せにならないんですよ。なのでその5000円を払うっていう方が実は自分幸せになるよねっていう風に知ってる人とか知識がある人っていうのだと考えが変わるよねっていうのがあるんですけど、で先日日経テレ東っていう番組で頭がおかしいと最近話題のイェール大学助教授成田先生の弟さんが出てお話をするっていうのがあったんですけど、で、なんか、成田先生、お兄ちゃんの方は、まあ、いきなりなんか東大受かりました。なんか東大出席で卒業ですみたいな感じで、で、弟さんも慶応大学ですみたいな感じで、割と高学歴なんですけど、で、まあ、周りの大学生とか見てたりとか、まあ、受験やってたとしても、視点が違うから、自分は全然いけるって分かってたっていう表現をしてたんですよ。その物事をどう見るかっていう視点が、もうすでにある程度達観した上の目線から見てるんですよね。なのでその5000円あげる派の人って500円もらう派の人の気持ちってこうなんだよねっていうのが分かった上で、5000円の方が自分にとって得だよねっていうのが判断できるっていうのは、その500円側の視点もちゃんと理解した上でこう上から見れてるんですよ。で500円もらう側の人って実はその5000円の方が
もっと幸せになれるよっていうのが分かってなくて、その500円の視点のところで止まっちゃってるっていうのがあって、なので視点を広げるっていうのは結構大事だよねっていう話だと思うんですけど、で、今日のタイトルが500円と経済学と幸福心理学と道徳って話をしたんですけど、で、今話したのが幸福心理学の話です。サイエンス・オブ・ハピネスっていう最近流行りの、なんかイェール大学の先生がやってる授業とか結構有名なんですけど、っていうのがあって、で、次に話をするのが経済学の話で、自分が幸せかどうかは置いといて、じゃあ日本国内、まあじゃあ北川赤羽でもいいんですけど、北川赤羽の中で5000円を回したら5000円分で経済が回るわけじゃないですか。じゃあ最初に5000円出しました。で、その5000円もらった人が、じゃあなんかレストラン行って5000円分食いました。そしたらそのレストランに売り上げが5000円経って、じゃあそのレストランの人が給料に出したりとか、じゃあ仕入れに使ったりでまたお金が動いてっていうので、お金を多く使った方が経済がぐるぐる回るんですよね。なので、その日本国内経済を良くするにはどうすればいいかっていう経済学のところの視点でいくと、お金は自分の懐が痛まないんだったら大量に使わせた方がいいんですよ。なので、今、緊縮財政みたいなのを日本やってるんですけど、懐が痛まないのであれば、金はバンバン使わせた方がいいんですよ。なので僕宇宙に行ったお金持ちの人はどんどんみんな褒めるべきだと思ってるんですね。あの人褒めると調子に乗ってなんかバンバンお金配るので、もうバシバシ褒めまくってお金使わせまくった方が結果として日本に回るお金が多くなるので、なのでみんなどんどん褒めて使わせてって思ってるんですよ。っていうのがあるので、その経済学的な視点でいくと、あなたが500円もらえるよりも赤の他人が5000円の方が日本国内良くなりますよねっていうのがあるので、経済学的にもやっぱり5000円の方がいいんじゃないかなっていう考え方もありますと。で、まあ最後に道徳ってどっちが正しいとこじゃないので、別にどうでもいいんですけど、ただなんか自分が500円もらうのと他人が5000円もらうのであれば、外から神様の視点で見た時に500円得した人がいる社会と5000円得した人がいる社会、どっちの方がいいって考えると、神様視点だと5000円もらった人が多い方が得だよねっていう、上から見た場合ね、要は自分がどうっていうのじゃなくて、同じ人間で500円もらってる人と5000円もらってる人、どっちの方がいた方が豊かですかっていう神様視点で見ると、やっぱり5000円の人の方が豊かだよねって、まあコメントで神様いねえしそうね、そうね、神様いないからね、道徳の話をするときに神様とかで持ち出すのよくないですよね。神様信じない人もいるので、はい。というわけで、なんか経済学と幸福心理学と道徳で一応500円とか5000円とかお金の使い方の話をしたんですけど、